はい、どうもゆうです。今回はですね、先週セリエ A の週で20連勝したカスタム戦術の方を紹介していきたいと思います。20連勝で、プレーオフも10連勝だったんで、30連できました。で、一応前回も20連の44に出してるんですけど、そこからちょっと変えたいとか、先週の選定とかも変えてるんで、よければそちらを参考にしていただけたらと思います。では早速やっていきます。44にですね、バランスで、幅35、深さ69としてます。で、相手の攻め方次第では、例えば4321だったら幅をもうちょっと狭めたいとか、あとは442とか、特に5バック523とかのクロスゲーの時は幅を、一気に100とかにすることもあります。はい。で、深さに関しては今69ですけど、これもなんか引いてて、ちょっと守りにくいなって感じたらもう70に上げることはあります。ここから下げるっていうことはほとんどないんですけど、70か71でハイラインで守備をするっていうこともありますけど、今回に関してはずっとこの69でやってました。で、ビルドアップはバランス、チャンスメーカーダイレクトパスですね。幅45の、ペナルティエリアの侵入は6となってます。で、指示ですけど、積極的なクロス対応で、センターバックはデフォルトです。で、右は攻撃時に上がらない、左も攻撃時に上がらないですね。これが前回と変わってます。前回は両方上げてたんですけど、実際今442自体がですね、前の4枚はもう本当に力がある選手ばかりなので、無理にサイドバックを上げなくていいなっていうのを感じました。あと、自分自身がですね、攻撃時に上がらない入れていても、ワンツーとかトリガーランとかでも結構上げたりする派なので、ここを無理に入れる必要性、ハイラインで持つ必要性っていうのは全くないなと感じたんで、上がらない設定してます。で、これは両サイドも、ここを例えば中へ切り込むとか入れてるんだったら、サイドのスペース空いてくるんですけど、別にここも入れてないですし、そういったのも込みでもう上がらないでいいかなと思って今回は上がらないにしました。やっぱりこれにすることによって守備の安定も、明らかに高くなったなっていうのと、攻撃の厚みはそこまで変わらなかったので、それでいいかなっていうところですね。はい。で、右はディフェンスに戻る、積極的に上がらないクロスに合わせる。で、左も、ディフェンスに戻る、積極的に上がらない。で、ここは入れてないって感じですね。で、ここは、攻撃時に上がらない中央カバーにしてます。で、トップは中央にとどまるのみです。で、試合中に十字キーで、ちょっと守備もうちょっとコンパクトにしたいなって感じたときは十字キーで、ディフェンスに下げてます。フォワードをですね、ディフェンス参加させてるっていう感じになります。で、あと真ん中ですね、人選になっていくんですけど、やっぱり今後ろはもうでかい選手ばかりを入れてます。これはもうクロス対応であったりとか、結構最近がですね、エアリアルプラス系の選手が増えたっていうのもあって、そういったのも込みで、ここはでかいので固めたっていう感じですね。アラウホとかも結構おすすめ選手になるかなと思います。アラウホも実際上がったとしても、ロブタツを持ってるんで結構いい。あと推進力もあるんで、スタミナの関係はちょっときついですけど、部分での攻撃参加に関しては十分強さはあるんで大丈夫かなと思います。で、右サイド、左サイドに関しては、このセルロートに関しては自分はもう高さっていうより長い系の選手1枚入れたいっていうのもあって使ってる感じですね。ここで推進力で縦突破を求めて入れてるんですけど、正直ここの ST にも置きたいなっていうところあるんですけど、左で今置いてるって感じです。フォーデンは縦突破もできるし、中に切り込んでの、根幹での狙えるっていうところと、あとここが、今回442ですごい点が入ったところなんですけど、真ん中プテロドリにしている理由として、ここから高精度、パワーシュートめちゃくちゃ狙えます。はい。もう空いてたら狙うって感じです。だから、ここで打てなかったとしても中に出してどっちかで打つっていうことができるんで、この攻撃のパターン化がやっぱり前回よりか多くなったかなと思います。真ん中に前はアロンソとかサビッチを入れてたんで、ここの、アクションがちょっとしにくい部分、縦に入れるしかないという部分だったんですけど、今回はここから、高精度強シュートを狙えるっていうのがすごい魅力的な感じにはなってるかなと思います。ここに関してはもちろんプテロドリって、安いわけではないので、でも強シュート持ちとか高精度持ちって今結構いてると思うんで、ここは十分どちらでも他の選手でも代用は効くかなと思います。はい。で、なぜこれをしたかっていうと、セルロートを入れてから明らかにコーナーキックの得点が増えました。はい。だから1試合で2点とか3点入る時もあるし、大体
悪くても2試合に1点ぐらい点取れてるかなって感じはするんで、もう本当に、チャンスがあれば狙っていって、入らなくてもいいからコーナーキックを取るっていうイメージですね。はい。結構それが得点ポイントになってたかなと思います。そうなった時にこのホーデンが結構縦突破も両方できるっていうのが魅力的な選手になるんで、僕はここに置いてるっていう感じになります。で、前のペレとストイチコフですけど、ストイチコフに関してはファーストタッチプランもあるんで、もう本当に前向いたら得点っていう感じが狙える選手になってますね。あとここも、ね、パスもある程度できるし、ドリブルもこねる選手を置いてるっていう感じです。はい。実際、組み合わせで入れてる感じもペレはあるので、今だったらソンとか、シールドプラス系の選手、オペンダとかもそうですけど、組み合わせが全然融通きくんだったらそっちとか入れた方がなんか得点はしやすいのかなっていうのは正直今思ってます。はい。実際この選手としてはこんな感じですね。デカさはどちらでもいいかなと思います。僕はもうこれ完全に推進力用で入れてるんで、推進力とコーナー用で入れてるっていう感じになります。全体的に見てもやっぱ得点力は上がったなっていうのと、守備も後ろを上げなくなったんで、真ん中2枚も上げてないんで、ただここに関しても自分が4231、ちょっとこれもまた別途動画出すんですけど、4231の場合は CDM になってるんで、ちょっとギャップでかいんですよね。2列目と、これでいうサイドハーフとかフォワードとギャップがひどいんですけど、やっぱりCM なんで結構いい位置にいてくれる、上がらない人ってもいい位置にいるんで、カウンター陣もちゃんと対応できるというのも込みで、この442は普通に強いんじゃないかなと思います。これがまた4222との距離感とまた異なるとは思うんで、一回やってみたらどうかなと思います。はい。ということで以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。これのね、442の試合動画もまた別途上げたりとか、ライブ配信とかでも上げたりはするんですけど、ちょっと今限定公開とかにしてるんで、ぜひメンバーの方とかはちょっとアーカイブは見れるようにはなってるんですけど、それ以外の方でですね、もし試合も希望あればまた見ていただけたらと、動画を出そうかなと思うんで、またコメント欄でよければお願いします。自分もライブ配信で今442、4231、4321がほぼメインで使ってるんで、それも見ていただけたらなと思います。ということで以上になります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。今ですね、一応転売情報としてディスコードの方も運営してまして、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。このどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、登録後、僕の、X にまた、DM していただけたらそこから招待の方も送りますので、よければお願いします。これざっくりとした、紹介文ですね。こういうのを上げてますよっていう感じのです。その日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、これ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、SBC であったりとか、過去作の TOTY についての、説明であったりとか、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、他にも、リーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、リーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、自分の成功した案件とかもその辺も載せてるんで、自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいているので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、だから転売情報だけ欲しいって方は、こっちだけを通帳にして、もし質問の方で数が多くて、通知が多くすぎたあれだっていう方は、こっちは通知オフとかに分けるように2つに分けてて、こっちであれば、例えばプレイの質問であったりも OK ですし、スカットの共有とかですね、スカット相談とか、あと雑談も含めて、あとご質問は、市場転売とか、転売以外っていうのが、先ほど言ったプレイとかになってきます。こういうのも、
やってますので、転売以外のところも、質問できる環境にはしてます。初心者の方とかも含めてですね、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、僕以外の方もお答えしていただいたりもしているので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。